おは家なしや苦節20年ついに気ついたわ。大阪飯うまないか。去年大阪行った時に X で14プレイヤーの非課戦に大阪でうまい飯どこやって聞いたらいっぱい候補くれてな。胃袋が許す限り行ってみたら全部うまいねん。ほんで今年も行くことになったから同じノリでまた聞いたら去年以上に候補くれたんや。そんでまた行けるだけ行ったらやっぱうまい。2年連続で全部うまいってこれもう大阪って飯うますぎる街ちゃうか。そう思ってってわけやないんやけど、おすすめされてた大阪トンテキ入れへんかったからしゃあなしで近くの大衆寿司居酒屋行ったんやけど、正直そんな美味しない。これはな、大阪の家なしララチャンネル登録者、つまり炊き出し民大阪支部の舌が超えすぎとる説。ほんで彼ら彼女らの情報はめっちゃ貴重説。 X の海に流すだけもったいないやろ。せやからみんなにもお裾分けするで。舌の超えたやつらが選んだおすすめ飯や紹介や。ただな、数がめっちゃ多いしわいも全部行けたわけやないから、行ったとこと行けてへんけど行きたいとこに分けて紹介するで。行ったとこは小粋な食レポ付きや。概要欄に全店舗リンク貼ってるから次大阪行く時の参考にするもよし。現地民はおすすめあったらコメント欄で追撃頼むで。あと大阪万博の小レポートもケツに挟んどるから雰囲気だけでも楽しんでや。ほな早速行くで。家なしララチャンネルや爆速で進めたるわ。まずは去年行ったとこのリバイバル、難波のクレープ店クレープリーアルション。今年も行ったで。あっさりさっぱりでも小麦の香りはもりもり、うまいわ。次、今年は行ってへんけど去年行ってうまかったから今年も紹介したいシリーズ、梅田駅の天ぷら巻きのふんわりとサクが共存する奇跡のバランスやで。しかも安い。去年行ってうまかったから今年も紹介シリーズ2、新大阪駅直結の新なにわ大食堂海鮮スタンド富士。今のところ Y のマイベスト大阪ズご飯ショップや海鮮が安いだけの店。これ以上の説明いらんやろ。以上、これら3店舗の食レポは去年の動画見てくれ。ここからは今年行った店や。まずはかっぱラーメン本舗背脂醤油豚骨ラーメン。あっさりとこってり選べるんやけど20歳の Y は当然あっさりチョイス。これほんまにあっさりうま。見た目めっちゃしつこそうやのに全然しつこないやん。でも味はしっかり深みあるし麺の食感ええな。細麺や。麺細いのにツルツルすぎひんしスープとの絡み最高やん。うまい。しかも替え玉無料、キムチ無料、ニンニクは焼きニンニク無料やで。大盤振る舞いやんけ。店によって味ちゃうらしくて推薦者曰く一番うまいのは菜麺店らしいわ。箕面支店最高。続いて九条の季節料理中西。大阪のソウルフードらしいハモという魚があの手この手で襲ってくる小料理店や。ハモってほわっとしたごわっとした食感、あれ唯一無二やろ。このだしに使ったやつうめえ。会員してもうたわ。この寿司っぽいのもうめえ。メニューは時期によってハモ攻めとフグ攻めの時期があるらしいで。もろもろ飲んで1人8000円ぐらいやったわ。ハモ最高。次、難波にあるお好み焼き屋福太郎本店。食べログ見て17時開店かと思って20分前に行ったらすでに空いてて待たずに入れた。ラッキー。注文して20秒で出てきた明石のタコポンがうめえ。タコのみずみずしさ、ポン酢の酸っぱさ、ネギの辛み、赤いこれの名脇役感、すべてが揃った結果海の宝石のような味わいになっとるで。せせりのなんとかもガッツンとくる感じがうめえ。ネギ焼きとお好み焼きで分かれてて、ネギ焼きの方は牛すじが入ったネギ焼きを、お好み焼きの方は豚、エビ、イカ、卵入りのお好み焼きを注文したで。ドーン。断面映ってないけど入ってる具材でかいねん。牛すじのネギ焼きは牛すじ関連素材丸ごと入っているからこんにゃくとかも入ってる。これもうま。ネギ焼きは軽めかと思いきや結構しっかり味付けて
漫画な。マヨの幾何学模様が食欲そそるわ。うま最高。真実は不透明、どうせ底辺とんでもないテーマで溢れて電波した。流したのは誰、一体どこで間違えた、わからないならばそう解体して叱る。続いて新大阪にもあるたこ焼き屋、たこ焼き道楽わなかや。トッピングは釜炊き塩、だし醤油、ピリ辛ソース、ポン酢の4種類から選べんねんけど、視聴者からソースとかポン酢をかけるなって言われたから、一番本体への影響が薄そうな釜炊き塩を選択したんや。これがうまいねん。たこ焼きとか銀だこでええやん。それ以上何が変わんねんと思ってたんやけど、多分だしの風味がより強い気がすんねん。これは確かにソースもポン酢もいらん。ただワイはアホやから最初熱々のまま口に放り込んで、熱々言いながら水で流し込んでもうて、何もうまみ感じひんかったわ。猫舌なら中身パカッと開けてある程度冷ましてから食べた方がだしの優しさをちゃんと感じ取れておすすめやで。そして新大阪駅つながりでもう一つおすすめされたのが大阪名物の肉まん午後一蓬莱や。なんかその場で食えるところとチルドしか取り扱ってないところがあるらしく、私はチルドしか取り扱ってないところだったんで買って凍ったわ。名物は肉まんらしいんやけど、肉まんとシューマイセットがおすすめパックとして売られてたんで買うたで。うまー。肉まんの肉の部分はしっかりジューシー、まんの部分はもっちりでうまー。いやセブンの肉まんも十分うまいと思うねんけど、これは全然違うわ。格の違いを見せつけられたっちゅうことやな。そして地味にシューマイの方もめちゃうまー。そのしっかりジューシーやな。あとでかい。これはごちそうやな。新大阪駅の午後1は20分ぐらい並んだんけど、早めに駅着いて並ぶだけの価値あるで。何より持ち帰れんねん。ほんで冷凍保存で3日持つのが偉いな。大阪で食い倒れても帰ってから大阪エクストラステージが味わえるっていうことやから、ぜひ買うて帰ってくれよな。家なしララチャンネルやで。小食の家なしはここまでが限界で、ここからはおすすめされたけど残念ながら行けなかった視聴者おすすめの店を一挙紹介するで。一言エアプコメントもつけてるで。大阪旅行か大阪出張の参考にして実際うまかったか教えてくれよな。あとこれ以外にもおすすめあれば教えてくれよな。早速行くで。日本橋にある坂町の天丼、店内7席しかないんやって。絶対うまいやつやん。いろんなところにある串カツだるま、王道っぽいし行っときたかった。難波にある焼肉屋太平、ハラミ推しらしいで。ハラミスコー。難波にある豚足の角屋、ここマジでめっちゃ行きたかった。梅田にあるぶどう亭、ハンバーグのお店、シンプルな面がそそるで。難波にあるハリジューグリル、洋食レストランだって。モダン。いろんなところにある大阪トンテキ、要は豚のステーキだそう。行ったのになんか営業してへんかった。いろんなところにある鉄板神社総本店、鉄板焼き屋ね。大阪の鉄板料理絶対うまい。いろんなところにあるお好み焼き千房、おすすめのお好み焼きの店が多い。中津にあるうまそうなラーメン屋、女性一人でも入りやすい鶏白湯ラーメン屋だって。日本橋にあるだしと小麦の可能性、ここもマジで行きたかった。難波にあるネクスト四角かき屋行きたかった。難波にあるクソ親父最後の一振り、貝を使うたラーメンが楽しめる店なんやって。難波にあるかすや法善寺店、ここやない店のかすうどんがむっちゃうまかったから、きっとここもうまいに違うない。東梅田にある氷亭、大阪でそばってあんま聞かへんな。うまそう。梅田にあるボタニカリー梅田店、見るからにうまそうやん。ここもめっちゃ行きたかった。難波にあるカレー食堂マッハ、セルフカレーやって。システムがすでに美味しそうやな。難波にあるカレー屋マドラス、まずウェブページがめちゃくちゃうまそうやん。梅田にあるフレンチおでん紅白、こういう攻めジャンルの店一回行ってみたいな。難波にあるフランス料理屋ダマン・リュミエール、大阪でフランス料理、有識者意見求むわ。福島にあるイタリア食堂タベルナ・ポルチーニ、大阪でイタリア料理、
有識者意見求むわ。大阪にあるパンケーキ屋ペルビルホワイティ梅田、クレープがうまかったんやからこっちもどうせうまいに決まっとるがな。梅田にある梅田リバーカフェ、小食やから品目たくさんあるのごっつ嬉しいな。以上、滝田市民の集合地集めた大阪おすすめ料理店の紹介でした。コメントでは何も伝わらんかと思うから写真の情報と、あとは大阪非化線からおすすめされたという事実を持って参考にしてくれよな。また遠出した時はこんな感じでおすすめの食事どころを紹介するからチャンネル登録頼むで。 X のフォローとメンシブの登録も頼むで。ほなまた。世界一計画性ない家なしがな、大阪万博も行ってきたからサクッとレポするで。ちなみにここから先喋ってる内容と写真全然一致してへんねん。なんでか言うたら家なし全然写真撮ってへんねん。万博通ってるぜに写真もろたんや。許してや。参加目的はな、大阪万博行ったで感出したかっただけや。各国の展示とか細かいことどうでもええねん。現地行って空気吸えたらそれでええ。数十年ぐらい大阪万博行ったんやでって生きれたらそれで満足や。そんなノリで行ってきたで。世界一計画性ないやからいつ行くか決めたんも直前になってから決めたんや。せやから9時会場のチケット取れんくて12時会場のしか取れんかった。最寄り駅は夢島駅。読めるかいな。改札では交通系 IC どころかクレカも使えたで。これ全世界で導入してほしいわ。12時ちょうどに着いたらどうせ入場1時間後とかやろう思ってちょい早めに着いといたろう思って11時40分に着いたら結局入場に1時間かかったわ。ワイが並んだ10番ゲートはたまたまクソ遅いレーンやった。風は涼しいのに日差しめっちゃ強い。日傘さしてる人めっちゃおった。日傘か帽子あった方がええで。あと事前に冷蔵庫で冷やしといて首につけて長時間冷やせるやつ的なやつをつけとる人もようおった。ワイもつけたことあるけどめっちゃええで。会場でも自販機形式で売っとったわ。おすすめや。一応待機列にたまに冷風出るマシーンが何個か置いてあったんやけど合ってないようなもんやったな。暑さ対策は自分でガチガチにやった方がええ。待機列仕切る鉄柵が見た目鉄なのに日光浴びても全然熱ならへん。なんでできてんやろって思った。12時45分無事入場。自販機っぽいもんもコンビニっぽいもんもあったんやけど全部攻めのキャッシュレスや。自販機タッチパネル反応悪すぎんねん。そもそも来場者は自販機をタッチパネルで買うことに慣れてへんねん。そんでどうなるか言うたら案内通りやっても反応せえへん。ワイ操作ミスったか思って別の操作してまう。でやっぱうまくいかへん。こんな感じでグダグダや。しかも全員が前の人の操作見て予習できるわけちゃう。飲み物は事前に買っとくんがいたやな。入った瞬間まず目につくんがこの大屋根リングや。世界最大の木造建築物としてギネスに登録されとるらしいで。とりあえずでかいし目立つから行ってみたわ。涼しい。感動するぐらい涼しいやんけ。なんでや。直射日光遮ってるのとコンクリちゃうからかってそれだけでこんな涼しなるんか。これほんま感動したわ。万博で一番感動したかもしれん。上にも上がれるけど上はクソ暑かった。上から国ごとの建物一望できるで。せやけど国と建物の景観が全然紐づかん。インドネシアのスタッフめっちゃ陽気でええ感じやった。なんでかアラブ首長国連邦の建物だけ並ばんでも入れたからとりあえずアラブ首長国連邦だけ入ってパビリオン入った実績解除や。中ごっつ涼しかったわ。万博の真ん中には静けさの森あんねんけど別に涼しない。でもチュンチュン言うとったで。森の中に直径5メートルぐらいの池があって外国人がありがたそうな顔で囲んどったけどそれ以外マジでなんもない。何にもおかんことで逆に何かを演出してるように見せかけてマジで何も感じん。霧出てきたから涼に入ったら全然冷たないしただ濡れただけやったで。ガンダムがアホほどはしゃいでたわ。吉本の笑顔マーク可愛かったわ。屋台で昼飯食ったで。神戸名物ぼっかけ焼きそば1200円で山盛りやったわ。こういうイベント価格にしては良心的やな。味濃くて疲れた体に染みたわ。ダブル唐揚げ頼んだのにシングルしか入ってへんくて後でこれ唐揚げダブルちゃうやんけ言うたら
半切れ顔で唐揚げ5個渡されたわ。忙しそうやったししゃあないな。絶滅危惧茶なるもん飲んだで。日本で生産者少ないお茶をそう称しているらしい。ネーミングやからいつか真似しよう思ったわ。スーパーモンキーボール2のステージ3の4のドリブルズで出てくる障害物を模したモニュメントが展示されとったで。脈々様のコスプレや赤青カラーリングを意識した服で観光している人がおっておしゃれでええ感じやった。スシローも入っててテイクアウト260組待ちやった。脈々様グッズ全体的に高いんや。好きになってきたのに脈々様で金儲けしようと暗躍してるやつおるせいで脈々様嫌いになりかけたけど、スイカのペンギンと脈々様の手ぬぐい可愛すぎて買ってもうたわ。あとアーバンリサーチと関西弁オノマトペの服みたいなもんちょっと良かったわ。メガネ入れみたいなもんも派手で良かったわ。でも外出せえへんし買わんかったわ。4時間滞在したとこで限界迎えて脱出したわ。デブ賞はこういう時 HP が少なくてしんどいな。そもそもいろんなとこ回れる思ってへんかったから期待値底辺で覗いてみたんで、雰囲気だけ味わうには満足度めっちゃ高かったわ。帰り道御堂筋線の車内で前回の大阪万博の写真飾られてたんやけど、その頃から奇妙な外観の建物はある程度あったみたいやし、意外と外観の進化感も薄かった気がするわ。情緒もへったくれもないけど VR ゴーグル買わせてバーチャル万博やればええやんって思ったやつも おったわ。今もバーチャル万博はあるけど、いかにも NTT が作りましたみたいな仮想空間やから、仮想現実にこだわらんと Google ストリートビューみたいなもんでもええんちゃうかと思わなくもなかったわ。でもそしたら人来んようなるか。それ込みでも併用した方がええと思うんやけどな。暑い中苦労せんと足運ばんでも摂取できるのって脳裏には残らんから、それが正解とも限らん思っているけどな。万博そんな感じや。万博って開始前ごっつ叩かれとったけど、終わってみればちゃんと盛り上がって黒字着地や。ワイも万博に対してもともとポジティブな感情なかったから、こういうでかいイベントを成し遂げようとするムーブを純粋に応援する気持ちも大事やなってちょっと反省したわ。ほなまたな。